ちょっと想像してみてほしいんですけど、リスナーのあなたは今、ミシュランの星を獲得した超高級レストランのすっごく綺麗なダイニングルームに座っています。はいはい、いいですね。最高のシチュエーションですね。ええ、照明も完璧で静かなクラシック音楽が流れてて、すごく洗練されたウェイターがあなたの好みを完全に把握した上で絶妙なタイミングで完璧な料理を運んでくるんです。なるほど。至れり尽くせりというやつですね。そうなんですよ。で、あなたはただ座ってその素晴らしい体験を楽しんでいるだけ。これ実は今の私たちがスマートフォンで AI を使っている時の感覚と全く同じなんじゃないかなと思うんです。確かに。私たちが触れているのはその美しく整えられた表面の部分だけですよね。そうなんです。でも今回のセッションではですね、その優雅なダイニングルームを抜け出して、厨房のあの重いスイングドアを思いっきり蹴り開けてみようと思います。いや、今日のミッションはまさにそれですね。裏側の厨房では炎がボーボー上がっていて、何十人のシェフが怒号を飛ばしながら超高速で動き回っているわけです。ちょっと怖い気もしますけどね。ええ。私たちが日常で使っている AI の洗練された体験の裏にはですね、ものすごく物理的で泥臭くて、そして途方もなく巨大なインフラの世界が広がっているんですよ。というわけで今日の徹底解説では、手元にある2026年4月の Google の最新ニュースの束を紐解いていきます。リスナーのあなたもニュースフィードでいくつか見出しを見かけたかもしれないですね。はい、ジェミー内の新しいアップデートですとか、新しい AI チップ、それからアルプス山脈のデータセンター、そして広告ツールの話などがありましたね。そうそう。一見すると全部バラバラのニュースに見えるじゃないですか。でもこれらは単独の出来事ではなくて、全てが一本の巨大なパイプラインでつながっているんですよね。その通りです。今日は AI が私たちの生活の表層をどう変えるかという話からスタートして、その裏側で物理的、技術的に何が起きているのか、そして最終的にビジネスとしてどう回っているのか、その全貌をつなぎ合わせていきましょう。はい。よろしくお願いします。じゃあまずは、リスナーのあなたが一番よく知っている、綺麗なダイニングルームの話から始めましょうか。ええ、ジェミナイのニュースですね。はい。空間そして生活を整理するための8つのジェミナイのヒントというニュースリリースなんですけど、これ一緒に添えられているイラストが、なんというか、すっごく生々しいんですよ。生々しいと言いますと？黒い背景の中にノートパソコンが描かれているんですけど、その画面からドキュメントとかメールのアイコンがもう滝のようにドバーッと溢れ出てるんです。ビジュアルですね。これ、休み明けの月曜日の朝の私の脳内そのものですよ。パニック状態です。でもその隣にはチェックリストを見ながらすごく穏やかに微笑んでいる人物が描かれていて、さらにジェミナイライブを起動しているユーザーの姿があるんです。まさに現代の私たちが直面している絶え間ない情報の洪水を象徴していますよね。メールとかチャットとか、カレンダーの通知とか。もう通知が鳴り止まないですよね。私たちは皆このイラストで溢れ出ているアイコンみたいにデジタルな空間で溺れかけているわけです。本当にそうなんです。でも私がすごく引っかかったのは、この微笑んでいる人物なんですよ。というと？これまでもバーチャルアシスタントって呼ばれるものはありましたよね。明日の天気を聞いたりとか、パスタを茹でるときにタイマーをセットしたりとか。はいはい。便利なツールとして使ってきましたね。ええ。でもこのイラストから伝わってくるのは、そういう単発の便利さじゃないなって。もっと私たちの生活全体を先回りして片付けてくれているような、すごく有能な秘書みたいな印象を受けるんです。いやー、非常に鋭い視点ですね。ここで非常に興味深いのは、まさに今の AI に起きている根本的なシフトなんです。根本的なシフトですか？ええ。これまでの AI というのは、いくら高度だと言っても、基本的には受動的な検索エンジンの延長だったんです。なるほど。こっちが質問しないと答えてくれないみたいな。そうです。あなたがプロンプトを入力して初めて答えを返す。でも、このジェミニライブが目指しているのは、受動的なツールから私たちの物理的、そしてデジタルな空間と生活を能動的に整理する存在への進化なんです。能動的に整理する。それってつまり、私がメールを整理してってお願いする前に、AI の側から動いてくれるってことですか？ええ。例えば、今日のスケジュールと未読メールの重要度を照らし合わせると、この3件だけはすぐに対応すべきです。残りは明日以降のタスクリストに入れておきましたよ。というように自律的に動いてくれるわけです。
うわ、それはすごい。完全に情報のパニックから救ってくれますね。はい。情報を探すフェーズから情報を感知して、さらにあなたに代わって実行するフェーズへと変わってきているんです。だからこそあのイラストの人物は微笑むことができているんですよ。なるほどな。確かにそれは最高のダイニング体験ですね。いやーでもちょっと待ってくださいよ。はい、どうしました？スマホのあの小さな画面の中でそれほど複雑な処理をシームレスに行うのって普通に考えて無理じゃないですか。だって複数のアプリをまたいで文脈を理解して優先順位をつけてバックグラウンドで常に考え続けるなんて。その通りです。スマートフォンはあくまで注文を取るウェイターに過ぎませんからね。ですよね。裏側でとんでもない計算が行われているはずですよね。ええ、その魔法を生み出しているのは、遥か遠くにある巨大なエンジンの部屋です。今回 Google が公開した新しい動画には、ますます要求が厳しくなる AI ワークロードをどう処理しているか、その心臓部が映し出されています。ついに出てきましたね。厨房の裏側が。はい。第8世代となる TPU、つまりテンサープロセッシングユニットのローンチについてのニュースです。ハードウェアの話ですね。でも、ただ単に新しいチップが出ました、処理速度が上がりましたっていうだけの話なら、わざわざこのセッションで取り上げたりはしませんよね。もちろんです。ここで重要なのは、この第8世代 TPU がエージェンティック時代に向けて設計された2つの特化型チップを含んでいるという事実なんです。ちょっと待ってください。エージェンティック時代。その言葉、最近よくソースで見かけますけど、AI が人間の指示を待つんじゃなくて、自ら考えて行動し始めるってことですよね。ええ、まさに先ほどお話しした能動的な AI のことです。それって便利であると同時に少し怖い気もするんですが、どういう意味合いなんでしょう？従来の生成 AI とは根本的に違うんですか？いい質問です。従来の生成 AI は基本的に1回の質問に対して1回の答えを返す仕組みでした。テキストを作ってとか画像を描いてとかですね。はいはい。一問一答みたいな感じですね。でもエージェンティック、つまり自律的な AI は違います。例えば、来月の出張の手配をしてという一つの大きな目標を与えられたとしますよね。ああ、それはもうめちゃくちゃ助かるお願いですね。丸投げしたいです。そうですよね。で、エージェントはまずその目標を航空券の検索、ホテルの比較、カレンダーへの登録、経費システムへの入力といった複数のステップに自ら分解するんです。ほうほう。自分でタスクル細分化するんですね。そしてそれぞれのステップを順番に実行していきます。もし航空券が満席だったら、じゃあ別の便を探そうというように状況に合わせて自律的に計画を修正しながら動き続けるわけです。なるほど。つまり、単に知識として知っているたかじゃなくて、推論して計画を立てて実行してダメなら軌道修正するっていう連続的なプロセスが必要になるってことですか？その通りです。そしてその連続的なプロセスを処理するために、従来のように単一の巨大な脳に全てを任せるのは実は非常に非効率なんですよ。あ、そうなんですか。全部一つのすごいチップでやればいいのかなって思ってました。いえ、深い推論や論理的な思考を得意とする部分と、複数のアプリとの高速なやり取りや監視を得意とする部分では、タスクの性質が全く異なるんです。ああ、なるほど。役割が違うから、ハードウェアのレベルから特化型に分ける必要があったんですね。だから今回は2つの特化型 TPU が用意されたと。ええ、そういうことです。なんかそれ、モータースポーツの世界にすごく似てますね。ただ排気量の大きい巨大なエンジンをドーンと積めば速く走れるってわけじゃなくて、おお、モータースポーツですか。はい。直線をかっ飛ばすための圧倒的なパワーと、複雑なカーブを曲がるための繊細な空力コントロールが別々に機能して初めて F1 カーって完成するじゃないですか。ああ、それはすごくわかりやすいですね。ソフトウェアの要求が複雑になりすぎたから、ハードウェアのアーキテクチャそのものを根本から変えざるを得なかったっていうことですよね。見事な例えです。ただ、その F1 カーの例えを借りるなら、もう一つどうしても避けられない物理的な問題が発生します。物理的な問題？ええ。これほど強力にチューニングされた第8世代のハードウェアが世界中のユーザーの生活を整理するために常にフル稼働し続けていたらどうなると思いますか？フル稼働し続けると、あ、熱ですか。エンジンが焼き焦げちゃうみたいな。その通りです。膨大な計算は必然的に膨大な熱とエネルギーの消費を生み出します。クラウドとか AI って目に見えない無形のものだと思われがちなんですが、なんか雲の上の方の雲の中にあるイメージですよね。
でも実際はそれを動かしているのは極めて物理的なシリコンの塊なんです。では、これまでにないほどの猛烈な熱を発する第8世代の TPU の巨大な群れを地球上の一体どこに置くべきか。うわー、そこでつながるわけですね。次のソースを見たとき、私ちょっと自分の目を疑ったんですよ。アルプス山脈のニュースですね。はい。オーストリアを高みへ、エレベーティングオーストリアというタイトルで、Google がアルプス山脈に初のデータセンターを投資したという記事です。航空写真も添えられていました。見事な景観ですよね。リスナーのあなたも想像してみてください。見渡す限りの雪と氷、高くそびえるアルプス山脈の大自然のど真ん中に、最先端の巨大なデータセンターがドーンと鎮座している光景を。クラウドは雲の中にあるわけではなくて、地球の物理的なランドスケープの制約の中にしっかりと存在しているんです。でも、いくらなんでもアルプスですよ。あんな山脈の奥深くに巨大な建設資材を運び込んで、インフラを整備するなんてとんでもない労力とコストがかかるはずですよね。間違いなく一大プロジェクトです。もっと平らで建設しやすい場所なんて世界中にいくらでもあるのに、最先端の超高温の AI チップの塊をわざわざ雪をいただく超低温のアルプス山脈に置くなんて、まるで巨大なスーパーコンピューターを地球サイズの冷蔵庫に放り込んだみたいじゃないですか。地球サイズの冷蔵庫。まさにその通りですね。全体の構図として捉えると、これが AI の進化が物理世界に及ぼす影響の面白さなんです。と言いますと、第8世代 TPU のような高密度の計算リソースを冷却するためには、従来の空調システムだけではもはや限界があるんです。そんなに熱くなるんですか？だからこそ、自然の冷気、つまりアルプス山脈の氷点下の環境そのものを巨大な冷却システムとして利用することがインフラ設計において最も合理的になる。そういう臨界点に達したということです。うわー、すごい話ですね。つまり私のスマホの画面でジェミナイがニコニコしながらメールを整理してくれているその裏で、アルプス山脈の極寒の風がフル回転する AI の頭を必死に冷やしていると。そういうことになりますね。ものすごいコントラストですよね。究極のデジタル空間を維持するために、地球上で最も過酷な大自然の力を借りなければならないなんて。このソースにあるエレベーティングオーストリアを高みへという言葉遊びも非常に象徴的です。物理的な高度の高さと技術的な高度化を欠けているわけですか。はいはい、うまいこと言ってますよね。同時にこれは AI の進化が私たちの生活空間だけじゃなく、地球の物理的な地形にまで直接的な影響を与え始めているという事実を示しているんです。なるほどな。ユーザー向けの AI があって、それを動かす特化型の脳みそがあって、その物理的な家がアルクスにあると、全部つながりました。点と点が線になりましたね。でもそこでまた一つ、私の中に巨大な疑問が浮かび上がってくるんですよ。何でしょうか。お金の話です。パーソナルなエージェント AI を開発して、そのための特化型チップをゼロから設計して、結局の果てにはアルプス山脈に巨大なデータセンターを建設する。これ莫大な投資ですよね。間違いなく天文学的なコストがかかっています。ですよね。私たちがスマホで AI を使うためにいくらか払ったところで、到底回収できるような額とは思えないんです。これだけの巨大なインフラを可能にして、ビジネスとして回している原動力って一体何なんですか？その疑問の答えこそが私たちが最後に目を向けるべきソースになります。どれほど革新的なインフラもそれを支える強固なビジネスモデルがなければ維持できませんからね。はい。デジタルの世界においてそのエンジンの最大の燃料となるのはやはり広告なんです。なるほど。アッツアドバイザーが Google 広告をより安全で高速にする3つの新しい方法というニュースですね。はい。広告システムの進化についてのソースです。これ、The Road to Google Marketing Live というイベントのグラフィックが添えられていますよね。開催日は2026年5月20日午前9時、太平洋時間。白い背景の底の部分にとてもカラフルなグラデーションが描かれていて、すごくクリーンで自信に満ちたデザインです。これまでの巨大なインフラ投資はすべて最終的に企業と消費者を結びつけるこのマーケティングの基盤へと収束していくわけです。なるほど。でもここで私がどうしても腑に落ちない部分があるんですよ。どこでしょうか。新しい広告ツールがより高速にファスターになるのはわかるんです。アルプスで冷やされている第8世代 TPU の計算能力を使えば、ターゲットの分析も広告の配信も爆速になるでしょうから。
圧倒的な処理能力がありますからね。でもなぜ今このタイミングで、より安全にセーファーという言葉をあえて強調しているんでしょうか。広告のシステムなんてもう何十年も前から存在しているのに、エージェンティック時代だからこそ、広告の安全性も AI が自律的に守る必要があるということですか？素晴らしい推測です。まさにそこが核心なんです。なぜ今安全が最優先の課題になるのか。先ほどのエージェンティック時代の話を思い出してみてください。エージェンティック時代、つまり AI が人間の指示を待たずに自律的に計画を立てて実行する時代ですよね。そうです。これまでは広告を出稿するのもターゲットを設定するのも最終的に人間のマーケターが判断してボタンを押していましたよね。はい、人間が管理していました。しかし今は企業の AI エージェントが自律的に予算を配分してクリエイティブを生成して、そして消費者の AI エージェントと瞬時にやり取りをする時代に入りつつあるんです。あ、そういうことか。人間を介さずに AI 同士が勝手に超高速で取引を行っている状態になるんですね。ええ。そして自律的なエージェント同士が相互に作用する環境では、予期せぬエラーや悪意のあるエージェントによる攻撃も人間の目では到底追いつかないミリ秒単位の速度で連鎖的に広がってしまうんです。うわぁ、それは恐ろしいですね。もし不適切な広告が自動生成されたり、ブランドの安全性が損なわれるような事態が起きれば、企業の信頼なんて一瞬で崩壊してしまいますから。AI はユーザーを守る強固な盾にもならなければいけないんです。なるほど、完全に理解しました。エージェントという超強力な権を持たせた以上、それを制御し、企業やユーザーを守るための超強力な盾も同時に提供しなければならない。そしてその盾をリアルタイムで機能させるためにも AI の膨大な推論能力が必要になるわけですね。その通りです。AI が自律的に動く時代の広告プラットフォームは、単なる配信システムではなくて、巨大で複雑なエコシステム全体を監視して制御する安全装置そのものでなければなりません。だからこそのより安全で高速になんですね。ええ。このソースのグラフィック、白い背景にカラフルなボトムグラデーションというデザインが、なぜこれほど自信に満ちて見えるのか、Google がいかにこのマーケティングの未来に向けて期待感を高めているかがわかりますよね。本当ですね。どんなに AI が複雑で自律的になっても、私たちが構築したこの巨大なインフラが安全なビジネス環境を絶対に保証しますよという宣言に聞こえてきました。一見するとバラバラに見えた4つのニュースが、ここで綺麗に1本の線につながったんじゃないでしょうか。いやー、本当に圧倒的なスケールの物語でした。つまり、これらは全てどういう意味を持つのか。リスナーのあなたも、次にスマホを開いて、画面の中で微笑むジェミナイのアイコンを見つめるとき、その体験が単なるソフトウェアの魔法ではないってことを思い出してほしいんです。ええ。裏側にある現実の重みを感じていただきたいですね。あなたの生活を整理してという日常的なリクエストは、特化型に設計された第8世代 TPU の群れへと瞬時に送られて、アルプスの氷点下の空気がその凄まじい熱を奪って、そしてその巨大な計算能力が世界のデジタルビジネスを安全に回し続ける広告システムへと還元されている。私たちは今その途方もないループの入り口に立っているんですね。はい。私たちの手のひらの上にあるパーソナルな便利さは、地球規模の物理的、そして経済的なインフラと完全に直結しています。そこで最後に今日のセッションを終えるにあたって、リスナーの皆さんに一つ考えてみてほしい問いがあるんです。何でしょうか？考えてみてください。2026年現在、私たちはエージェンティック時代を支える AI の猛烈な熱を処理するために、アルプス山脈という最適な場所を人間が選んでデータセンターを建設していますよね。地球サイズの冷蔵庫ですね。では今後、AI がさらに自律性を増して、真の意味で自らのインフラを最適化し始めたとき、果たして何が起こるでしょうか。AI 自身が最も効率的な物理的インフラの場所はここだ。ここに次のデータセンターを建設せよと人間に指示を出すようになるんでしょうか。うわー。それとも物理的な世界の制約や地形が AI の進化の限界を決める壁となるのでしょうか。いやー、それは考えれば考えるほど鳥肌が立つ問いですね。ソフトウェアの無限の自律性とハードウェアの厳格な物理法則のぶつかり合い。最終的に主導権を握るのは AI の知性なのか、それとも地球という惑星の地形なのか。答えはまだ誰にもわかりません。これはリスナーのあなた自身にもぜひ考えてみてほしいテーマです。次にスマホを充電するとき、この問いを頭の片隅で転がしてみてください。
今回も最後まで一緒にこの深い情報の海を潜っていただきありがとうございました。次回もまた一緒に紐解いていきましょう。それでは。